안녕하세요. 겨울별이에요. 오늘은 처음으로 사톰이랑 같이 영상을 찍어보려고 하는데요. 오늘 저희가 이야기할 주제는 레즈비언이 보는 한국과 일본 여자 그리고 문화에 대해서 비교를 해보려고 해요. 아무래도 사토미가 방송이 처음이다 보니까 따로 이렇게 편집을 안 하고 완카토데 완카토데 이거と思います。 일본어로 진행이 될 거고요. 한국어로 자막 다 붙여드릴 거예요. 아무래도 처음이다 보니까 어색한 게 있을 수도 있지만 잘 봐주셨으면 좋겠어요. 自己紹介する?一言。今日夜の彼女のさとみです。はじめまして。今はもうあれだよ、フィアンセだよ。ね、そうだね。そう婚約者のさとみです。いつも夜の放送を見てくださってありがとうございます。で時々私にもコメントくださってる方いるんで、嬉しく思って拝見させていただいております。ありがとうございます。いつも放送やってるけど2人だとちょっと恥ずかしい。じゃあまず韓国と日本だと使う言葉が違うので、レズビアンのなんて言えばいいの、業界じゃないしレズビアンのサイトとかで使われるその言葉の違いから説明しようと思います。久しぶりの日本語ですごいぎこちない。韓国だとプチとペンって言うんだけど、プチっていうのが、日本でいうタチで、ペンが猫っていう感じ、なんだけど、どっちかっつったらプチって韓国ってもっとこう分かれてるっていうか、だからプチって言ったら大体髪の毛短い、けどその大体夜のそういうもう傾向で分けてるから、最近はキンモブって言って髪の長いプチとかそういう感じで言葉を分けてることが多い。髪が基準なのそうでもプチが結局タチだから、プチって言ったら夜のそういう感じでもうそんな感じですよみたいな、そうもう言えないそういう感じだけど、日本だとタチと猫、じゃん。ででもボーイとスタイルで分けるとしたらボーイとフェム。そうだね。他にあるっけ？リバっていう言葉も。そうだある。韓国なんて言うんだろう、わかんないな韓国は。でもボーイのタチって言ったらやっぱり髪の毛短い人が多いのかな。いやタチはやっぱ夜のちょっとリードする人なんだけど、タチでさらにちょっと男っぽいスタイルの人はもうボーイタチって感じで呼んでるから、ボーイタチで外見はちょっと女性っぽいけど、役目がタチな人はフェムタチって呼んでるから、あとはそうだね、もっといろんな種類があったんだけども、ずいぶんそういうサイトとかいじってないからもう全然忘れてるけど、あとはなんだろう、レズビアンのことを韓国だとレズが一丁っていう、こっちっていう意味で、でもこっちって言ったら大体セクマイのもうゲイとかレズとかそういう感じでもう指してる、ちょっとやんわりって感じ、日本だとレズビアンのことをどうやって言う？ビアンがユリ。そうだねユリってあるね。そんな感じかな。あとはあれだ、日本で言ってたそのセフレのことを韓国だとパートナーって呼んでるってついこの前知って、で今までさとみのことをパートナーって紹介してたけど、韓国のこっちの人に説明をしたら、なんでパートナーなんですかって聞かれて初めて気づいてすごい恥ずかしかったっていう。日本だとある？パートナーって言ったら日本だとどういうイメージかな？パートナーっていう紹介あんまりしない。そうなんだ。もう彼女とか、彼氏っていうような言い方しかしないから、あと旦那嫁。旦那嫁。旦那？女同士ではでも旦那ってもうもう完全にもう男の人だともう俺もう一人称俺みたいな感じの人だともうその一人称が俺っていう人ってさ、FTM とかトランスジェンダー、完全に、その日本のさトランスジェンダーの概念がよくわかんない。こう女だけど絶対もう手術する気もないし、別に体そのままでいいんだけどもう俺とかいう人いるじゃない、そういうのって何？
でもそれはあんまり見ないけど、でもビアンサイトでうん目についてたのは、もう手術うん終わってるか、うん手術してなくてホルモン注射だけしてますっていう人うんそうぐらいだから、完全に手術もしてなくて俺っていう人はだね。ちょっとわかんないな。大体もう外見とか完全にそうしてる人って注射まではせめてしてる人が多かったから、まあ知り合いにいないからわかんないけど、まあよくわかんない。まあうちらもそんなにサイトとかそこまで詳しい、うん、そっちの世界にそんなに詳しいわけじゃないから、通りすがりで見るそうって感じだね。パッセンジャーだな。日本の女性と韓国の女性日本の女性 VS 韓国の女性みたいな感じで比べていきましょう。まず日本の女性と韓国の女性をこう、まあ、平均の女性たちを並べた時の外見について。外見、まずは身長だったら、まあ日本の女性が低いイメージだね。そうだね。平均がどれぐらい？あんまりわかんないけど、でもまあ、155以上あれば平均って感じだし、まあ160前半、155からまあ160前半までが普通で、それ以上あると結構背高いかな。さとみもでもなんか平均って感じ、高い57、58だから別に高高いってくはない。言われる普通、平均、まあ平均。そんな小さいねって感じではない。小さいけどね。うん、で韓国は私が163、うん、で日本で生活してた時にまあ高いって言われてた、なぜか。まあヒールとか履くともうね高い。でも163って韓国だと小さいイメージ、だから最近余計高い人たちが増えてすごいもう小さいイメージだから、そうだね、なかなかこう高い人、自分より高い人に出会うことがなかった、日本だと。なんかヒール履くの恥ずかしかったもん最初。あ、そうだね、みんな小さい。こうなんか電車乗っててでヒール履いたらもう男たちもみんなここにいる感じだったから、すごいそれがちょっと恥ずかしかった。なんか目立つから。そう、なんか男の平均も低いからね、70以下の人多いし。そうあとは何があるんだろう。外見だから、まあ顔はどうですか？もう化粧とかしてない顔ってこと？まあしててもしてなくても、まあ化粧がすごい違うの分かるけど、化粧がすごい違う。まあ今はでも韓国も化粧術すごい発達したけど、うちらが最初出会った時はもう韓国ってこうチークも入れない感じ。まあ BB だけ塗って、そうとにかくもう白く塗って眉描いてって感じ。日本はもう目元のメイクとかチークとかの色の種類多分すごいと思うね。私がちょっとチークとか塗んないから分かんないけど、なんだったっけな、韓国はどっちかっつったらこうすっぴんも綺麗にしなきゃいけない、すっぴんまで綺麗なのがもう本当の綺麗さって感じだから、結構すっぴんに近いメイクをしてすっぴんの綺麗さをアピールする感じだけど、日本ってもう化粧前後すごい変わる。まあ日本すっぴんで全然バイトとか来たり近所で会う子とかいるけど、日本はなんかすっぴん綺麗に見せるっていうよりはなんかまあ、化粧が終わって綺麗だったらちょっと全てよしみたいなとこあるかな。そうだね、結構さとみがこう化粧前後変わる人多かった。周り多かった。私はね、私が見た日本の女性はすごい変わってた。本当に全然違う。なんか目が倍ぐらいでかくなって、まあ今は韓国もそうだけど、まあ自分もそうだし、でもなんかすごい人いっぱいいたね。私の周りそんなにいたっけ？さとみの周りどうだろう。なんかね、完全に化粧してくる、化粧バッチリな人って多分もう縁が切れるまでもなんかすっぴん見たことない人とかもいるし、なんかあんま飾らない人はそもそももう会う時とか職場にすっぴんでくるっていう感じで、ちょっと極端。まあでも化粧術すごいと思うよ。なんか化粧でなんかすごい変わるし、もうそんななんか人の、まあ日本で人のすっぴん見ることそんなにそもそもないじゃん。みんななんかもう、家の前のスーパー行くのにも化粧していくから、だからそんなに見ることないけど、やっぱりどうかな、すっぴんだけ見たら韓国の女性が綺麗なのかなって気もする。てか、私はそう思う。顔立ちよりもこうやっぱり肌が綺麗なイメージはある。だって化粧しないから、大学生まで結構、まあ最近はするかもだけど、わかんない、私も昔の人だから。
どうだろうね、まあ、私もなんか大学とか行ってないから分かんないけど、でも専門とか行ったら大体結構みんなバッチリだったかな。そうか。うんうんうん。なんか文化があれだよね、まあすっぴんでそんなに出歩くっていう人がまあ韓国よりは少ないかもね、日本うは。ん。あとは性格どうですか？韓国と日本の女性比べた時にこう、例えばこう会話のスタイルとか、まあ本当の普段のなんか性格とか。なんか違うとこしかないから、どこから違うね。なんか違うとこしかないから、なんか共通なところを先に行った方が早いぐらいだよね。共通なところはどこ？年齢ちょっと気にするかな。例えばああ、そうね。自分がただのバイトでうんうん相手が社員だとしても、社員が年下だとやっぱりこっちが年上だからってちょっと気使ってきたりとかってやっぱ韓国でもでもなんかあるじゃん。韓国と比べたら日本のがまだ緩い感じ。まあまあ結構全然年上の先輩の前でなんかね、タバコ吸ったりとかっていう風景も多いけど、韓国そういうのは結構失礼になるでしょ。韓国はもう一個でも上だったらまあ地位が高いみたいな感じのレベル。なんか、そういうのがある。上司と部下みたいな。そう。でも性格、それってなんか文化であってなんか性格じゃないから、性格を見たときに私が感じるのはやっぱ韓国の人の方がもっと表現が派手っていうか強い、豊かだと思気が強い。う。良くも悪くも。そうね。まあでも長所の方が多い気はするけど。日本はどうだろう。日本は日本語自体がそうなのかな。なんかこう言い方が優しいっていうか、こう遠回しでこう言うけど、それがたまになんかもっと傷つく場合もあるけどね。日本人はなんか性格とかその国民性の傾向としてすっごい丁寧な言い回しで「ファッキュー」っていうのをうまい感じじゃん。そう、それはある。でも韓国の人の方がそういう意味で表現ストレートが変に遠回しなのがない。まあ韓国はもう顔にファッキュって出ちゃう。だからまあ分かりやすい。あとお腹空いた時に機嫌悪くなるのとかね。それは韓国の人。そうだね。お腹空いたら、でもそれはさ別にオーストラリアもそうだよ。みんなお腹すくとなんか結構なんかイライラしてでなんかもう私働いてるじゃん。でその時もみんな普通に笑顔で働いてたのに、なんかこう昼になるにつれて、で昼休み休憩行かなきゃなのになんか忙しくなったりして行けなかったら、みんなちょっとなんかこう荒くなったり雑になったり。そうそれはまあある。まあでも韓国の女食べるね、すごい。そこはそうだね。あとは声は高い。日本の女性高いのか作られた声なのか。作られてる作られてる。絶対地声ではない。なんかでもそれ日本にいたからあんまり意識してなかったけど、やっぱりこう海外出てしばらくしてからこう日本に帰ったり、なんか、まあ、今仲良くしてる友達にはいないけど、日本のバラエティ番組とか見たらなんかこの人声どうしたんだろうっていう人多いよね。まあ私も高い方だけど、でもこうただこう本当の声が高いだけなのと、なんかこうなんていうの、子供みたいなこの喋り方、声優さんみたいな感じ、そのまま。声優さんよりもちょっとひどい。なんか韓国ってさ韓国ってさなんかあるじゃん。なんか付き合ってる人、なんか友達だとなんかすごい雑なんだけど、いやーみたいな感じなのに、でなんか付き合ってる人からも電話かかってきたり、まあ、デートする時、まあなんかおっぱとかなんかこう愛嬌ある感じになるじゃん。だから私もそうだし、私もだからとか友達とかによくなんかもう言われるじゃん。なんか声変わったみたいな感じで、なんかさとみの前でだけもう優しいみたいな感じだ。でもなんかさとみって私の地声も聞いてるじゃん。みんなの前でやってるからなんか地声出たとか、さとみが冗談で言うじゃん。だからそんな感じだけど、なんか日本の女性ってなんか常に子供みたいな声の人が多い。まあ女友達の前でもそうだよね。そう男だけとかじゃないの。なんか本当の声ってどこに敵がいるか分かんないからそういうこと。本当の声ってなんか分かんどうだろう。なんか本人たちはそれが本当の声って分かってんのかな。分かんない。家族にそういう人いるわけじゃないから。でもさ、こうネットだけじゃなくてこう普通になんか道歩いてても、今その人なんかそこですごい可愛らしい声、可愛らしいっていうかまあ子供みたいな声で喋ってたのに、
なんかめっちゃ切れたらなんかめっちゃなんか変な声出てないみたいな感じのすごい声出てないっていう人いたから、うんやっぱり地声ってあると思うんだよね別に。うんだからそこが違う。あとはスタイルの面で見た時にスタイルってファッションとかヘアとか、まあそういうスタイルで見た時で、私からしたら日本の女性の方が、まあ女性だけじゃないけど日本の女性、まあ男性ってでも結構まあいろんな国まあ似たり寄ったりじゃん、男ってそんなファッションがないから、ある意味。でもなんか日本の女性はすごいファッションが多様な感じ、まあいろんなジャンルがある。まあ男もね掘ったらすごいよ。あ、まあ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 日本はね。判決とかね。そうそうだからなんかもっとなんかファッションとかコストまあヘアもそうだし、まあ私韓国出てもう十何年経ってるからあれなんだけど、まあ十何年前までも韓国はこう派手に染めなかった髪の毛を。最近は変わってきたけど、前はそうなんか茶髪で歩くだけですごい見られるぐらいのあれだったのに、その時にまあだから十何年前に日本に初めていて、すごいいろんな髪の色の人たちもいて、でやっぱりファッションもうロリータとかもいろいろあるじゃん。だからなんかすごいもう多様だなって、まあそういうとこ別にでもまあいいのかなって、なんか自分の個性出せて、まあね、なんかいいのかなって思ったけど、まあ、韓国はどっちかっつったらみんななんかこう流行りが決まってる感じはする。そうだね。なんかこれが流行ったらみんな同じのバーって、韓国に行くだけで分かって。そうあれで最後に見たのチマレギンスだっけと芋虫ベンチコートそう芋虫、そうね、なんでだろうね。まあでもなんか日本の方がもっと年齢よりもちょっと若く見せようみたいなのはある気がするけど、なんかリボンとかついててやってなんか最近つってもまあ日本 2,3 年ぐらい帰れてないからあれなんだけど、やっぱりリボンが多くてちょっとびっくりした。なんかこう20代のまああってもいいんだけどなんかこう20代半ば後半になるのに、すごいもう幼稚園児みたいになんかリボンがこっちみたいな、服屋でね。そう服屋で、まあ下着も、なんかちょっとなんでそこにつけるのかなっていう、だからもうどうしたいのみたいな。まあ、確かに今現在仲良くしてる子でそういう子がいるわけじゃないんだけど今は、でもまあ服屋にそういうのが多いっていうことは需要があるってことだから。そうだね。まあ韓国も最近こう、まあ韓国だけじゃないのかな、どの国もまあちょっとこの世の果てが見えてくる感じなんかね、そういうの見ちゃうとね。そうだからまあどこもこう若くなろうって、まあ、どの国の人も、まあ女性だけじゃなくて、まあ、男もまあそうじゃん、こう肌の管理したりするのもあるんだけど、まあでもちょっとたまに行き過ぎ感がある気もする。まあでもロリコン結構日本もっとすごいからね、こう学生服のアイドルとかすごい多いから。まあでも実際あれだよね、なんかこうただ制服着せるんじゃなくて、もう本当にこう子供に見せるっていうか、なんか本当にもう子供、小学生か中学生に見えるような人をすごい探して使ってる気はする。だってすく水とかやっぱそういう小学校のその体育の授業できるような服とか、ところでさ、すく水って本当にこうアニメで出るようなすく水って本当に着るの？着てたよ。あんな感じ？授業でネイビーの一色の。へえ、だからすく水って言うんだ。どの学校も一緒？高校はでも水泳の授業ないから分かんないけど、まあ小中学は大体そんな感じ。まあみんな大体色決まってて。なるほどね。他に韓国の女性と日本の女性の長所があるとしたらこれっていうのあります？それは何？お互いに言い合うの？まあさとみが感じたのもそうだし、まあでもやっぱりさとみ、まあそうだね、まあ日本も韓国も、まあうちらどっちもなんか長いじゃん。私もまあ日本に結構長く住んでて、でさとみもまあ韓国の文化結構体験はしてるから、だからここがなんかいいっていう。
まあ、さっきのとかぶっちゃうけどやっぱり表現、うん感情表現とかがもっと豊か、韓国がもちろん、なんかもう一緒にいるだけで結構楽しかったりなんか笑えちゃったりすることとか多いし、まあ、あと女性のちょっとまあ、なんだろうね、まあなんかいろんな価値観とかもう概念の話になっちゃうけどね、長所、価値観って言ったらなんかもう浮気どうのこうのみたいな道徳心の問題になってくるから、まあそれはまた後でもっと詳しく後で入ってる、そう入ってるからまあ後でまた詳しく話すとして、じゃあ日本の女性の長所だとしたら長所なんか言って。まあ化粧うまいっていうの、まあ、さっきも出たけど、日本の女性の長所、